こんにちは、英子です。今日は朝一焼くだけパンシリーズで山形食パンを作ります。毎日食べても飽きないようなシンプルな食パンを作りやすいように配合をできるだけ分かりやすくしてみました。成形は前日までに仕込んで、朝起きたら焼くだけでふんわりしっとりもっちりした美味しい焼きたての食パンができます。ぜひ最後までご覧ください。では生地作りから始めましょう。材料はこちらです。強力粉、砂糖、塩、イースト、練乳、無塩バター、牛乳、水です。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。粉類を合わせます。強力粉の中に砂糖と塩を入れます。そして混ぜます。空気を含ませるように軽く混ぜ合わせておきます。生地を作るボウルの中に30度ぐらいに温めた水と牛乳を入れます。イーストを振り入れます。イーストだけだとこんな風に揺らすだけで溶けます。この中に粉の半量を入れます。大体の量で大丈夫です。混ぜます。大体いつも1分ぐらいは混ぜます。粉っぽさがなくなりました。このくらいで OK です。蓋をして10分置いておきます。はい、10分経ちました。この中に練乳入れます。そしてバターもここで入れます。電子レンジで20秒ぐらいかな。少しずつ加熱してこのくらいに柔らかくしておきます。そうするとね、すぐに馴染みますので。そして混ぜます。はい、では残りの粉を全部入れます。はい、そして混ぜます。はい、このくらい混ざったらこの側面を使ってこすりつけるようにすると粉やバターの塊がなくなってよく混ざると思います。こねないで生地を作るときはここで 2,3 分よく混ぜます。生地をこんな風に伸ばすときにグルテンが形成されるようです。こんなことをしてよく混ぜます。ここでよく混ぜておくとふわふわのパンになります。生地もね、ずいぶん今ふっくらしてきた感じですね。わかりますかね。このくらいでいいと思います。ではボウルの周りをきれいにします。蓋をして30分置いておきます。ちなみに本日の室温は28度です。はい、30分経ちました。では1回目のパンチを行います。今日はパンチ2回です。オイルを少し垂らして生地の表面と周りになじませます。そして集めて繰り返します。軽くポンポンして10回くらい折りたたみます。伸ばして折りたたむ、伸ばして折りたたむ。はい、そしたら生地の表面を軽く整えて蓋をして30分置いておきます。はい、30分経ちました。では2回目のパンチを行います。実はね、クーラーのついてない部屋に置いといたら結構大きくなっちゃいました。よし、では2回目のパンチも1回目と同じくポンポンして10回ほど折りたたみます。生地の表面を整えます。2倍になったのが分かりやすいようにちょっとここの表面を平らにします。今このくらいね、今このくらい。蓋をしてこれが2倍の大きさになるまで温かいところで発酵させます。はい、一次発酵が終了しました。このくらいの大きさになるまで今日は40分かかりました。これを台の上に移します。
ガスを抜きながらひとまとめにします。はい、では重さを測ります。アレクサ、446÷3は148。これを3分割します。1つ146。はい、3分割にしました。これが端で、これが真ん中で、この真ん中のだけ少しだけ分量を多くしました。そうするとね、山がこういう風になんかかっこよくなるから。では丸めます。朝一焼くだけパンにするときは、ここでよくガスを抜くことがポイントになります。こんな風に叩くことでガスがこの均等に散らばるっていうんですかね、そういう風になるらしいです。なのでちょっと軽く叩きながらガスを抜いて丸めていきます。これ最終発酵の時に使う大きいタッパーなんですけど、最近ちょっとね気がついたんですが、これをね使うとね、ラップとか布とかかけなくても乾燥しないので、この状態でベンチタイムを約10分取ります。ベンチタイムの間に今日使う型をご紹介します。おなじみダイソーさんで購入したアルミパウンドケーキ型 L サイズです。これを一つ使います。ここに油を塗ってもいいんですけれども、私はこの繰り返し使えるオーブンシートをカットして、はい、こんな感じで使っています。はい、ベンチタイムが終了しました。では最初に丸めたものから成形していきます。両面に粉をまぶします。手のひらで少し広げてから綿棒を使います。ここでもしっかりガスを抜いておきます。発酵しているものなのでどうしてもね気泡はできてしまうんですけれども、できるだけここで、ガスを均等に散らばしておくことで仕上がりのキメが整うと思っています。カード2枚分ぐらいに広げたら OK です。これを三つ折りにします。伸ばします。閉じ目を下に入れます。ではさっきベンチタイムで使った大きいタッパーですね。このタッパーに型ごと入れます。これは高さが結構あるので、すっぽり入ります。発酵して生地が上がってきてもここまでは来ないので安心して大丈夫です。少し乾燥しているのでここでお水をかけます。最終発酵は冷蔵庫でオーバーナイトさせます。いつもはね野菜室で、発酵させるんですけど、最近温度が高くてちょっと過発酵気味になってしまうと思って、冷蔵庫で発酵させてみたらちょうど良かったので、今日は冷蔵室に入れて発酵させます。乾燥しないように1枚ラップを敷いて、そこから蓋をします。ぴっちり蓋をしたら、朝一焼くだけパンシリーズの場合、オーバーナイトの目安は8時間から12時間ぐらいにしています。ではおやすみなさい。おはようございます。11時間経ちました。生地はこんな感じ。実はね2時間ほど前にこんな大きい気泡があったので、こことここハサミでチョッキンって潰してしまいました。またここにもあるので
潰します。これどうですかね、ナイスアイディアでしょ。今日は30分ほど室温に戻してから焼いてみたいと思います。時間を逆算してオーブンの予熱をスタートさせます。今日は180度に予熱をして170度に下げて25分くらいを目安に焼いていこうと思います。このように牛乳を塗って準備しておきます。では焼いていきます。予熱の際に天板も一緒に予熱しました。焼けました。熱いうちにバターを塗っています。お化粧完成です。本日もご視聴ありがとうございます。楽しんでいただけましたらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。